今ある一冊の絵本が幼い子供を持つ親たちの間で大きな話題を呼んでいる。その絵本の名は、小学生の僕は鬼のようなお母さんにナスビを売らされました。衝撃的なタイトルに怖いな。絵本とは思えないホラータッチの挿絵。ちょっと絵が怖いね。実はこの絵本は現在43歳となった作者の男性が10歳だった頃の実際の体験をもとに作られている。そんな絵本を初めてという親子に読んでもらうと、そんな感動するやつ。突然の涙。果たして彼女たちが涙した理由とは。この絵本はタイトルの通り30年以上前、実際に鬼のような母にナスビを売らされていた少年の物語です。しかしその結末はタイトルからは想像もできない意外なものでした。親子の間に一体何があったのか、早速読み進めていきましょう。僕が生まれたのは母ちゃんが40歳、父ちゃんは50歳ぐらいの時でした。高齢出産だったので、僕が小学生になった時は2人とも見た目はもうおばあさんとおじいさんのようでした。それは学校で授業参観があった時、一人だけおばあさんが来とるぞ。ほんまじゃ、ばあさんじゃ。違うわ、あれ原田の母ちゃんじゃわ。周りは若いお母さんでいっぱい。僕は恥ずかしくてたまりませんでした。母ちゃん恥ずかしいけん、もうこんといてくれ。何が恥ずかしい？次も必ず行くけんな。こんなこと言うたけし、授業中もっと手あげんか。うっさいやかが。親に向こうってなんなその口の利き方は。好き。何しよんじゃ貴様は。腹さすようでほくに入っとけ。母ちゃんは怒ると僕を納屋に閉じ込めました。母ちゃんはまるで鬼のようでした。そんな母ちゃんと父ちゃんのお仕事は農家でナスビをいっぱい作っていました。でも年寄りだった2人は一生懸命働いても他の農家のようにあんまりお金を稼ぐことはできませんでした。だからうちは貧乏。晩ご飯もいつも形が悪くて売り物にならないナスビを使ったナスビ料理ばっかり並びました。またナスビか。毎日やっちゃうか。文句言うたらんとさっさと食べな。ナスビは体にええけんな。僕の文句なんかお構いなし。母ちゃんはいつも豪快に笑いました。僕はもうナスビを見るのも嫌で、ナスビの鬼に追いかけられる夢まで見ました。そして僕が10歳の時、あの出来事が起こりました。どうしたん？母ちゃん？ええから行くぞ。
ここじゃ。え？着いたのは団地でした。なんこれ。たけし、これを一人で一袋100円で売ってき。なんで？つべこべ言わんと売ってくるんじゃ。はよ。そう、母ちゃんは僕に市場で売れないナスビを近くの団地に売りに行かせたのです。その時の顔は本当に鬼のようでした。ナスビはいりませんか？心折れるなこれ。僕は一人で知らない団地のピンポンを押し、一軒一軒訪ねて回りました。ナスビはいりませんか？怖いおっちゃんから邪魔じゃ、出て行けと怒鳴られても、母ちゃんは助けてくれませんでした。他の家でもナスビ買ってくれませんか？こんなもんスーパーで買うわ。ナスビってもういらん買え。結局一つも売れませんでした。すると母ちゃんは何しとるんだたけし。ちゃんと声出したんか。明日は絶対売ってこなあかんでよ。それはまさに鬼そのものでした。僕は次の日も知らない団地に売りに行かされました。でもやっぱり一つも売れません。そんな僕に母ちゃんはまたも鬼の顔で怒るのです。僕は泣きたくなりました。売れなかったらまた母ちゃんに怒られる。僕は必死で声を上げました。取れたての美味しいナスビはいかがですか？いっぱい入ってたったの100円ですよ。お得ですよ。するとそれは怖いおっちゃんでした。お前、小さいのに偉いのう。ほなこうたると言ってくれたのです。それから毎日僕は一人でナスビを売りに行きました。するとだんだん売れるようになってきて、僕は楽しくなってきました。ところがそんなナスビ売りが1ヶ月ほど続いた頃、突然団地に行くことはなくなったのです。それは農作業中に母ちゃんが倒れ入院してしまったからです。母ちゃん、何の病気？大丈夫なん？大丈夫に決まっとる。いつも無口な父ちゃんはそう言うだけ。でも母ちゃんはそれから4年間入退院を繰り返しました。それは僕が14歳になった時のことでした。母ちゃん！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 母
母ちゃんは息を引き取りました。白血病でした。火葬場では母ちゃんの骨は少ししか残りませんでした。何年もきつい薬を飲んでいたので、母ちゃんの骨はボロボロだったらしいです。たけし、これから母ちゃんの分も2人で頑張って生きていこうな。うん。その時僕はずっと疑問に思っていたあのことを尋ねました。そういや、父ちゃん、あん時なんで母ちゃんは僕にナスビを売らせたん？たけし、お前がナスビを売っている時、ほんまは母ちゃんはな、ごめんな、たけし。いっつも車の中で泣いとったんじゃ。え？あの鬼のような母ちゃんが？母ちゃんが死んでも強く生きていくんじゃ。母ちゃんは自分が近いうちに死ぬのを分かっとった。ほなけん心を鬼にしてたけしに生きる方法を教えようとしたんじゃ。そんな。毎日ナスビばっかり出してた母ちゃん。怒ったら僕を納屋に閉じ込めた母ちゃん。鬼のような顔でナスビを売りに行かせた母ちゃん。全部僕のためじゃったんじゃ。そして絵本はこんな言葉で締めくくられている。今大人になった僕はまだまだダメなところもありますが、子供の頃にナスビを売ったことがあるので、どんなしんどいことも平気です。お母さんが天国から見ていてくれるから、どんな苦しいことも平気です。そして今僕はナスビが大好きです。
亡くなって初めてたけしさんお母さんの真意を知ることができたんですが、私この本持ってるんですよ。でこれ読んだ時もすごい泣いて、でなんかこの本を読んだら考え方が変わって、でなんか今までは息子が幸せになったら嬉しいなってことばっか考えてたのが、なんかこの本を読んでからは私が死んでもどうやったら一人で生きていけるっていうことを考えてあげれるのが親の役目なんだなって変わって、なんかこの本読んでからなんかちょっと厳しくなったというか、考え方があえて厳しいことをすごい言うようになったんですね。優しく接するだけじゃダメっていうのは確かにこれで学ぶよね。現在作者の原田武さんは地元徳島県で育児情報誌を発行する出版社を経営している。仕事柄育児雑誌を10年以上作ってきたんですが、最近特に子供を叱れない親が多いなって感じてたんですよ。そこでなすびを母ちゃんに売らされたと、この厳しさ、親の愛情、これを今の親の世代の皆さんに知ってほしいなという形で、誰でもが読める絵本という形で出版しました。絵本が発売されて以来、原田さんのもとには全国の子を持つ親から数多くの手紙が送られてきているという。天国で見てる母ちゃんに伝えたいのは、ちゃんと生きとるでって、もう母ちゃんの教え通り生き抜いてるでと。ボロボロな時も苦しい時もありますけど、なすびの教えを守ってちゃんと毎日生き抜いとるで、安心してくれと、これを伝えたいです。